こんにちは、ヤギです。前回のナレーションが再度低かったので、今日はテンション上げていこうと思います。我が家にポチを迎えてから早くも数日が経ちました。毎日が新しい発見の連続なのですが、ふと生後3ヶ月にしては大きいなと思いまして、ポチのパスポートを確認してみたところ、ある事実が発覚しました。今回はそんな我が家に浮上したある疑惑と、ポチの初めて尽くしの怒涛の2週間をお届けします。お迎えして最初の数日は本当に短い動画しか残っていないほど、私たちもポチも環境に慣れるので精一杯でした。前回の動画でお話ししたブリーダーさんからいただいた飼育ガイドを参考にして、ポチと一緒に成長中です。そのガイドに書かれていたフランス流の育て方が日本と少し違っていて興味深かったので4つ紹介しますね。1つ目は常に置き餌にすることです。いつでも食べられる環境で自立心を育み、胃粘点を防ぐというヨーロッパの思想です。ただ、これに関しては衛生面や健康管理、実家での経験も踏まえた上で、我が家は時間を決めてあげる日本流を選びました。2つ目は1歳までの激しい運動の禁止です。激しい階段の上り下りやボール投げは NG です。骨格が固まる大事な時期に将来の関節の病気を防ぐには予防しかないという欧州ならではの厳しい健康管理なんだそうです。3つ目は1歳までのハーネス禁止です。未発達な胸部を圧迫して歩行バランスを崩さないため、伝統的に首輪が推奨されています。気管への負担を考えて、最初からハーネスを選ぶ日本とはアプローチが真逆で興味深いポイントです。ちなみにですね、私たちが用意していたハーネスはポチの成長速度が速すぎてどちらにせよ入りませんでした。最後は犬のオステオパシーの推奨です。フランスではごく一般的で1年目に見てもらうと良いそうです。また、排泄は一般的にお外が基本なので、ポチも今、このヨーロッパ流のトイレトレーニングを頑張っています。そんなフランスの飼育文化に感心しつつも、日に日に増していくポチの足の長さと存在感。そんなポチを見て疑惑がやがて確信へと変わりつつありました。ねえ、ポチってトイプードルにしてはなんか大きくない？気になってブリーダーさんからいただいたポチのパスポートを確認してみることにしました。中にはマイクロチップ番号やワクチンの記録などが一冊にまとまっています。これがあれば人間と同じようにスムーズに EU 内の国境を越えられます。さて、その犬種欄に書かれていた文字がこちらです。はい、ポチはトイプードルではなくプードルでした。お恥ずかしい話ですが、ネットでトイプードルと調べて出てきた可愛いポチの姿を見て舞い上がりすぎまして、二人とも完全に確認不足でした。生後3ヶ月やったら柵をすり抜けて脱走するかも、なんてケージを組み立てながら心配していた私たちは、ただの杞憂でした。何にせよ、ポチはポチ。私たちの愛おしい家族です。この子との素敵なご縁が何よりの幸せです。さてさて、プードルライフは始まったばかり。この日の試練はワクチン接種です。フランスの動物病院に緊張しながら向かいましたが、先生も優しくて一安心。ポチも注射をよく頑張ってくれました。翌日は初めてみんなでお買い物へ行きました。フランスは冬から春にかけて雨が多いので、ポチのレインコートを探しに行きます。初めての洋服でしたが、嫌がることなく着てくれたので、こちらに決めました。
そして買い物帰りにカフェにも立ち寄りました。フランスはですね、犬にとても寛容な国なので、多くのカフェやレストランに犬と一緒に入ることができます。ポチも静かに待つことができて、無事にカフェデビューを終えました。この日の私たちの晩ご飯はタルトフランベでした。薄い生地にサワークリームや玉ねぎ、ベーコンを乗せて焼いたアルザス地方の伝統料理です。ポチはですね、新しく買ってきたおもちゃにメンチを切ってました。ただ嫌がる様子はなく、嬉しそうではあるのですが、仲良くなるにはもう少し時間がかかりそうです。そして5日後、ようやく打ち解けてくれました。それからまた少しずつ我が家の生活にも慣れてきたポチ。ある日の散歩中、ちょっとしたハプニングが起こりました。公園を歩いていると、大きくて優しそうなゴールデンレトリバーに出会いました。相手の飼い主さんに確認し、近づかせていただきました。自分より何倍も大きな体にポチは大パニック。ものすごい勢いで逃げていきました。先ほどおもちゃにメンチを切っていた度胸は一体どこへ行ってしまったのやら。サイズ疑惑から始まり、初めての病院、お買い物、そして大物相手の配送など、てんこ盛りの2週間が過ぎていきました。少しずつですが、ポチも私たちもフランスでの3人暮らしのペースがつかめてきた気がします。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。ナレーションがですね、難しいところですが、ここまで頑張って聞いてくださったあなたは、とても心優しい方です。そして、少しでも楽しんでいただけたなら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。